やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。ついにアップル商品に手を出したかと思いきや、何この、AirPods Pro にしか存在しない筐体形状をまさかの有線化、という、パチモン感の凄まじい一本だ。全体的に白が明かりで透けるチープさ、黒い部分はただのプラ、ケーブルは巻き方が雑すぎて、最初から折り目が入ってて、縁日の金魚すくいで取ってきたくらい弱ってる。この本体のために撮影ボックスを取り出す気力がない。そんな感じでダメな雰囲気が漂ってるんだが、なんだか編集的なこだわりを感じるのもこのイヤホンなんだ。そもそものプラが塗装で上質に表面を仕上げてる本家アップル製品と全然違うのに、なぜか、ダストフィルターはきちんとメッシュ、ベント部分にもメッシュが収められてたりと、変なところにコストがかかってる。一応、本物感みたいなものを追求した痕跡は伺える。全身から発されるプラの絶望的安っぽさよりも金網を優先したらしい。また、面白いことに超低価格モデルとしてはレアな、コードの途中にリモコンがある仕様だったり、リモコンが1ボディ3ボタンの凝った形状になってたりと、妙なところでこだわった一本だ。しかも、リモコンの方は質感がいい。本体は太陽光が透けるのに、色々と突っ込みどころしかない本気なんだけど、そんなありさまだから基本的に音質には期待してなかったんだけど、あれ？意外といける？もちろん、安っぽさは全開だ。ハウジング由来と思われる音のブレのせいで、中音域あたりが太ってるのも当たり前。また、低価格のドライバーらしく、高音域と低音域の上限まで出てない感じも強い。こういったコスト的な面はしょうがないな。というかその希少なコストの、ほとんどが金属製のメッシュと背面ベントガードに大半が吸われてそうなんだが、そういうコスト的にしょうがない部分を抜きにすれば、意外や意外、ちゃんとしたバランスになっている。コピー元の設計が優秀だったのかもしれない。ハウジングが揺れてしまうせいなのか、中音域が若干太く、高音域と低音域の上限加減が狭い、という印象があるものの、音声なども許容できないほど濁らず、音色も若干ブレるものの、一応聞ける範囲だ。100円均一で目を閉じて選んだら満足できる品質。ただ、問題はそのハウジングの圧倒的安っぽさ。昭和の駄菓子屋のちっちゃいプラモみたいな質感。一応最新世代のイヤホンを模倣してるのに、ものすごくに昔前の雰囲気がするんだよな。というわけで、飛行機の機内用イヤホンとしては出てきたら当たりに感じるレベル。100円でも許せるけど、アップルのパチモンを目指したがゆえに存在しない虚無のイヤーポッツになった、謎の商品だ。もちろん、これをアップル商品だと思って買う人はいないと思うが、こういうコピー物に音質が落ち着いてるものがあったのは正直意外だな。中華イヤホンにはいつも何か、新しい発見があるものだ。といった感じで今回はここまで。